こんにちは。ナビゲーターの小原ちゃんです。インドネシアのバリ島では3月に1年で最も大切な日を迎えます。その日が近づくにつれ、この島は独特で神聖な空気に包まれます。今日はそんな特別なバリ島へあなたをご案内します。だから、海に行く。美しいペンジョールが並ぶ村の道を抜け、まずはタナロット寺院へと足を運びます。バリ島中西部の海岸に鎮座するタナロット寺院は16世紀に建てられました。ジャワの高僧ダンヒャン・ニラルタがこの地を訪れ、村人に海の守護神を祀るように勧めたのが始まりとされます。ニラルタはこの場所こそ神々が降臨するにふさわしいと考えたのです。そんなタナロット寺院には海蛇の神様が祀られています。その名の由来はトゥンガロット、それは真ん中の地を意味します。ここにもペンジョールが建てられていますね。お盆のこの時期にだけ見られる景色です。引き潮の時には海から陸が現れ、歩いて渡ることができるタナロット寺院は夕日の美しさでとても有名ですが、お昼に訪れてもその景色は圧巻です。西側には海が果てしなく広がっています。バリ島のお正月ニェピが近づくこの時期には、島の至るところでお祈りの儀式が催されます。ここでもちょうどお祈りが始まりそうですね。その様子を少し覗いてみましょう。バリ島には2種類のお供え物があります。一つは人の背丈の少し上にお供えするもので、良い神様に捧げられます。もう一つは地面にお供えするもの、それは悪い神様に捧げられるもので、悪いことを起こさないでくださいねという願いです。心地の良い鈴の音とともにお祈りが捧げられていますね。人々は良い神様には聖水を、悪い神様にはココナッツやお米の蒸留酒アラックを捧げて祈ります。
タナロット寺院を後にして歩を向けたのはウルンダヌ・ブラタン寺院。ヒンドゥー教シャイバ派の中心的な寺院です。このお寺はバリ島中央北部ベドゥグルの山あいに浮かぶ湖ブラタン湖のほとりに鎮座しています。ブラタン湖はバリ島中部の豊かな水源。そのため1633年に建てられたこのお寺は水の女神デウィ・ダヌに捧げられます。そしてこの十一重の塔にはシバ神とその妻パールバティが祀られています。さて次にやってきたのはウブドの町。バリ島中部の高地にあるこの町はデンパサールから車でおよそ1時間半。伝統工芸や舞踏の中心として知られています。ウブドの町はここ数年でさらに洗練されました。美しい自然と街並みとの融合を求めて多くの人が集まる世界にも名の知れた町ですね。バリ島のお正月ニェピの前日にはオゴオゴという大きなお祭りに島中が熱狂します。村の人々は悪魔をかたどった大きな人形オゴオゴを担いで村中を練り歩きます。お祭りの日が近づくと島中がオゴオゴの準備に沸き立ちます。この町でも雨が降る中準備が進められていますね。おごおごはすべて手作りですから驚きです。こちらは子供たちが担ぐ小さなおごおご。お祭りの当日にはたくさんのおごおごが村に並びます。大祭おごおごの2日前、今年の雨季が落とすほとんど最後の雨とともに静かに紅葉を始めるバリ島です。最後までご視聴いただきありがとうございました。インドネシアバリ編エピソード2いかがでしたか？そこは日本のはるか南、赤道をまたいだ海に浮かぶ小さな島バリ島にはいつでも風が吹いています。その風は波を運び、山にぶつかっては雲を呼び、この島に豊かな水を与えてくれます。海の匂いと山の湿度、どこに立とうとも感じる神様の気配。そんな小さな島に佇み、その風の中に身を置けば、大いなる自然への感謝と慈しみが心の一番深くにある源泉から湧き上がってくるのです。神の島バリ島の3月は雨と晴れの隙間です。雲と太陽が入れ替わるその境目で、この島は漆黒の夜にその身を委ねるのです。そんな夜の足音が聞こえ始めたインドネシアバリ島。次回のエピソードも期待していてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。世界中にただいまとおかえりを言い合える場所を増やしたい、そんな思いでお届けしているただいま.earth。高評価、チャンネル登録、コメントをしていただけるととても嬉しいです。それでは次回のエピソードでお会いしましょう。
じゃあまたねー。